皆さんはじめまして。またはごきげんよう。ドチャンネルの主に仕える見習いメイドことゆっくりラドリーと。拙者がエクストラ枠として採用される際に担当する、ゆっくりリトルナイトでござる。今回は、レガシー 3UR の切り板を採用した、60枚墓地小屋しデッキで暴れていくわよ。なるほど。それで不良仕様の立ち絵になっていたでござるか。切り板は確か、効果を10回使ったターンに発動できるカードで、自身を行使3000のモンスターとして出せるカードでござったか。それと場にいる時に相手が効果を使ってきたら、相手の場のカードすべてを破壊しつつ、自身を罠として再セットもできるわね。10回の反転に関してはこちら側が発動してもカウントされるし、効果も高状態なターン位置がないフォーミュラシンプロンと合わせると、簡単に条件達成する感じよ。フォーミュラを無効状態にして出す方法としては、装備魔法のリビングホッシルから可能で、これはイゾルデリナルドで実現できるわ。フォーミュラの用意自体は墓地小屋しから出せる、ジェットシンプロンとスチーム特訓の組み合わせ、またはリビングホッシルを持ってくる用のリナルドとジェットシンプロンの組み合わせで出せるわよ。ふむ。それで肝心の切り板へのアクセスはどうするのでござるか？それは、墓地へ落ちた切り板をトロイメアグリフォンでセットする感じね。とまあ、一旦お話はこれくらいにして、残りをそのまま解説すると長くなっちゃうから、あとは実際の展開を見ながら理解していこうね。マイルでござる。1000のは1000個からよ。ギュレル。ジアラメンツ書道がないから、ファルスから動いていくわよ。もうこの動画、ホルスを取り上げるの N 回目でござるか。運よく今席のドローでシレーンが来てくれたわ。ケルドーやジェットシンクロンが落ちたでござるな。ここからさらに、ファルスみたいでジアンデッドヴァンパイアを出すわよ。相手もデッキが分厚いから、ヴァンパイアで相手が得するカードも落とすかもしれないでござるな。マーケルドとかいるし、なんとかなる。こちらは救いの架け橋が落ちたから、ベルレイのをサーチして今度こそティアラメンツ展開でござるな。逆に相手は双剣使いのようで、リシュダやシロのセッジャイクレシアが落ちたようね。ひとまず先にリンク先確保のために要慎重をリンク召喚よ。今回切り板を使うにあたり、ウイルス展開からイゾルデ展開を用いるから、下方向にマーカーがあることが重要よ。リンク値を稼ぎたいでござるな。さあ、1カラスを出して墓地リソースを増やしていくわよ。墓地は第2の手札。あればあるだけ展開できるでござる。ちなみに今回の展開では、墓地に何が必要でどう回していくつもりでござるか？あ、そういえば墓地に溜まった後についてまだ話してなかったわね。墓地に最低限必要なのは、ジェットシンクロンとメインの切り板だよ。それと場には、ご身長とウイルスソードマン、またイゾルデを立てれる分の展開力もあることだね。そして今回のパターンのように、アドリブで他戦士族リンクで補う場合もあるわね。ウイルス展開を最大でする場合は、右3つ分のモンスターゾーンを開ける必要があるからでござるな。イゾルデからはジェットシンクロンやグリフォンのコスト用に、適当にレイのハートをサーチ。さらにフォーミュラ蘇生用のリビングホッシルを落としてリナルドを展開し、リナルドでリビングホッシルを回収よ。次に手札をコストにジェットシンクロンを蘇生。リナルドとジェットシンクロンでフォーミュラシンクロンをシンクロ召喚よ。フォーミュラで1ドローできるでござる。おまけやおまけ。今回フォーミュラはシンクロ素材として使うわけではないから、もうリンク素材とかにして適当に墓地へ送るわ。グリフォンはリンク4だから、出せるようにイールスたちで展開を伸ばすわよ。マーカーの向きさえ合えば、お手軽に展開を伸ばせるから良い出張でござるな。リンクサンバーサッカーとゼロデイでトロイネアグリフォンをリンク召喚。トロイネアグリフォン効果で手札をコストに、墓地の切り板をセットよ。あとは適当に展開してリトルナイトちゃんを立てつつ、リビングホッシルでフォーミュラシンクロンを無効状態で蘇生すれば完璧ね。かわいい。照れるでござる。拙者の効果で脅威になりかねないビシュダを除外するでござる。あ、そうだ。ついでにスプライトエルフも出せば、リトルナイトちゃんが倒されても何度も使い回せるわね。基本はラドリーちゃん蘇生用に採用しているでござるな。てかラドリーちゃんの採用いるでござるか？墓地小屋しデッキにおいては必須枠よ。なるほど。末期でござるな。ひとまずこれで、盤面がようやく完成ね。万能無効の巨神長もいるから、そこそこ硬い盤面でござる。相手が動いてきたところに合わせて、フォーミュラシンクロンの効果を使っていこうね。
相手の合わせてこれで3回分カウントされるでござる。遅延になるから無駄打ち対策で効果発動回数を覚える必要があるのよね。なるほど。無効状態だと無限にから打ちできるのでござるな。あ、もうガバガバだよ。10回分が終わったら様子を見て、初身長を使ったら切り番を出していこうね。まあなんなら、エルフから拙者を蘇生することも可能だから、なんだかんだ妨害数はあるでござるな。手札残り枚数が少ないし、何やらデッキに触れるみたいだから適当にここで止めるわ。後墓地効果のある店員たちを無ドラで戻しちゃいましょう。そしてここで満を持して、切り番の出番よ。バクや、ここは切り番で全抜出してシンクロ阻止よ。この効果自体は強いでござるよな。モンスターだけでなく魔法罠もすべて破壊できるし。おっと、龍炎を隠し持っていたでござるか。いや、これはバラネスだとしたら相手に卓を迫れるわね。リトルナイトの効果から守るために無効効果を使ったら、無効のついでに破壊するからホルスの怒りに触れるし、逆に無効を使わなかったら一時的な除去が可能よ。そして結局相手は無効にして破壊してきたから、これでダームテフの怒りによって大量ドローができたわね。相手はさらに切り番を警戒して破壊したでござる。あとビシュラを回収されちゃったわね。マンタ小半壊させられても、結局次のターンでホルスで殴っていけば勝てそうだけども。おっと相手血迷ったでござるか。ベルレイノの隠された効果でバロネスを除去れるでござる。最後の最後で相手がプレミして勝利。対戦ありがとうでござる。ました。切り番を使うための必要パーツを、墓地肥やしで集める例としてよく見せれたデュエルでござるな。なんとはいえ墓地肥やしの都合上、アドリブも結構混じるけどね。今回も先行からよ。デュエル。増援のサーチから見るわよ。レイのハートをサーチでござるな。次にイムスキね。救いの架け橋も落とせたから、ついでにペルレイのとかを持ってこれるでござる。おっと、ゾージーでござる。それならペルレイノからはハーフニスをサーチして、レイのハートキトカラスでメタノイズを持ってきてセットエンドかな。ティアラメンツはゾージー耐性がある程度あるのが良いでござるな。メタノイズで実質に妨害になるからね。ひとまずこれでターンエンド。相手はホルスデッキのようでござるな。微妙に妨害の刺さりが良くない相手だな。メタノイズの裏側でワンキル阻止ぐらいはできるでござるな。さらにデッキからティアラメンツを送って、ルルカロスを融合召喚よ。あと、ペルレイノの効果も誘発するね。ちなみにここ、棺じゃなくてハーピを選んでいれば被害を最小限にできていたかもね。プレミオ。ゾージーを回収されちゃうでござる。甘んじて受け入れるわ。相手はラブアゴで除去もしてきてエンドでござるな。どうするでござるか。こちらもホルスをしても、高校ワンキルは難しそうでござるよ。いや、逆にゾージー使われたことを逆手に取るわよ。このデッキの展開はタイムレスになりがちなほどの展開数だから、ワンチャンデッキキレを狙えるわ。ひとまず相手のホルスをどかすために、こちらもホルス展開して一旦殴っていくわよ。最初に棺で処されるのは致し方なしね。G 貫通できる？止まった方が良いんじゃないでござるか。関係ない。行け。どの道ターンを返されたらこっちが殺されるだけだわ。まあ早速ガンマをぶつけられてるけど。ホルスの怒りは起こるでござるな。来た。私で追加の墓地肥やし。これで少なくとも、止められさえしなければ往診超ウイルス展開ができるでござるな。まだ落ちてない必要カードとかは、最悪キリオスとかで落とせればよいわ。あとはそうね。一戦目よりも遠回りな展開をして相手のドローを稼ごう。こうなるとこちらのタイムレスも5愛でござるな。実際連度が足りないときは、時間切れになって負けたのが何試合かあったわね。だからこのデッキを回す際は、念入りにアドリブのパターンを練習することが大事よ。あとはデッキ調整でござるよな。2戦目時点が一番最新の調整でござったはず。そうね。リクエストの中にあったコルゴンダとかも新しく採用しているわ。まあこのリクエストに関しては、次回と次次回の動画でさらに取り上げようと思うわ。絶対ホルス会でござるでしょう。さてそんなことを話しているうちに、展開が終わりそうね。ちょうど巨神鳥を呼び出すあたりで、相手はデッキを引き切るでござるな。ゾージーの力は無限じゃない。山札の枚数という見解があったのさ。相手のデッキが消失して勝利でござる。
対戦ありがとうでござるまし。た。このデュエルではキリバンを活躍させれなかったけど、展開力がある証明はできたでござるかな。まあ実際のデュエルだと、時間制限ギリギリだったけどね。みんなも時間切れには気をつけよう。ここからは軽いデッキの解説と振り返りをするわ。まず初動や展開についてもっと教えてほしいでござる。そうね。初動についてはいつものぼちこやし会とおおむね同じで、レイのハート、ゼッカイのマーレ、トアエーン、ペルレイのオロフク、シバカリ、イムセキ、セキイキ、棺。あと少し心もとないぼちこやし処方として、私やグリーフ、シェーレーンとかも該当するわね。60枚に対して結構初動があるでござるな。それでぼちこやし後の展開についてなんだけど、対戦中でも軽く触れた通り、墓地にはジェットシンクロンとキリバンが落ちていることと、高身長ウイルス展開ができる分の展開力があったら動いていくよ。もしどうしても墓地にジェットかキリバンの片方が落ちなかった場合や、イソルデで使うリナルドや装備魔法が落ちきった場合とかはどうするでござるか？その場合はキュリオスで対処するね。キュリオスを出しやすくするためにアナコンダも入れているし、強引に繋げて片方足りないパーツを落としたり、落としたくないカードとか分けるドームドラを落として対応するわ。なるほど。不測の事態に備えてケア手段も用意しているのでござるな。最後にデッキ評価についても話すんだけど、評価としてはこんな感じよ。とにかく時間制限がギリギリで、回すのが難しい印象だったわ。とはいえある程度のルートは決まっているから、報酬やレガシーで手に入れたキリバーンを使いたいという方は、ぜひ一度組んで練習して使ってみてね。全ぶっぱ効果が決まった時は気持ちいいでござるよ。とあとは動画概要欄に今回のデッキレシピの URL を貼ってあるから、よければそちらも見てみてね。というわけで、今回の動画としては以上よ。ここまでのご視聴ありがとうございました。もし取り上げてほしいカードやテーマがある場合は、コメントで教えてくれればいつかはリクエストに答えるつもりだから、気軽に話してほしいでござる。それではまた別の動画でお会いしましょうね。バイバイ。